皆さんこんにちは。いや、暑い夏が続きますね。ということでみんなホラー欲してますよね。リスナーさんのね、怖い体験談もっとやってくれってくるんですけど、僕からしたらもっと投稿してくれと思うんですけどね。本当にストックがあまりないんですよ。あれガチの皆さんの体験談なので、ストックがあまりないので、ぜひたくさん投稿してください。インスタ、ツイッターの DM に送ってください。はい。まあ、そんなホラーですけど、結構紙一重じゃないですか。コメディとホラーって。まあ、例えばなんか道で歩いててね、友達とね、なんか遊んでたりして、そしたらなんか、気持ち悪い動きした人がね、近づいてきて、うわ、不審者やん、キモって思うけど、大丈夫、あれ友達だからってなったら、なんだ、友達か、面白いねって逆にコメディにはならねえよ。まあ、わかるでしょ、なんか言いたいこと。ほんと紙一重なんですよね。まあ、今日の話はそんなところに通じるかもしれないです。2チャンネルの死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない6に書き込まれたある体験談。私の弟から聞いた本当の話です。弟の友達の A 君の実体験だそうです。A 君が子供の頃、A 君のお兄さんとお母さんの田舎へ遊びに行きました。外は晴れていて、田んぼが緑に生い茂っている頃でした。せっかくのいい天気なのになぜか2人は外で遊ぶ気がしなくて、家の中で遊んでいました。ふとお兄さんが立ち上がり、窓のところへ行きました。A 君も続いて窓へ進みました。お兄さんの視線の方向を追いかけてみると、なんと人が見えました。真っ白な服を着た人が一人立っています。男なのか女なのか、その窓からの距離ではね、よくわからなかったそうです。あんなところで何をしてるのかなと思い続けてみると、その白い服の人はくねくねと動き始めました。踊りかな、そう思ったのもつかの間、その白い人は不自然な方向に体を曲げるのです。とても人間とは思えない関節の曲げ方をするそうです。くねくねくねと A 君は気味が悪くなり、お兄さんに話しかけました。ねえ、あれなんだろう、お兄ちゃん見える？するとお兄さんもわからないと答えたそうです。ですが答えた直後、お兄さんはあの白い人が何なのか分かったようです。お兄ちゃん分かったの？教えてと A 君が聞いたのですが、お兄さんは分かった、でも分からない方がいいと答えてくれませんでした。あれは一体何だったんでしょうか。今でも A 君は分からないそうです。お兄さんにもう一度聞けばいいんじゃないと私は弟に言ってみました。これだけでは私もなんだか消化不良ですから。すると弟がこう言ったのです。 A 君のお兄さん、今知的障害になっちゃってるんだよと。まあちょっと短いんですけど、まあ気味悪いようなお話で、確かに消化不良ではありますよね。いや、二人何見たんだよっていう、ホラー映画でね、よくあるそれを見たら死ぬみたいなやつですからね。まあ二人が何を見たかわからないまま話は進んでいき、しかししばらくして死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない31にも妙な話が投稿されたんです。別サイトに掲載されていて、このスレの投票所でも結構人気のあるわからない方がいいって話あるじゃないですか。その話、自分が子供の頃体験したことと恐ろしく似てたんです。それで体験したこと自体は全然怖くないのですが、そのわからない方がいいと重ね合わせるとすごい怖かったので、その体験話をもとにわからない方がいいと混ぜて詳しく書いてみたんですが、載せてもいいでしょうか。こんな感じでイッチは自分の体験談を書き込み始めました。これは小さい頃、秋田にある祖母の実家に帰省した時のことです。年に一度のお盆にしか訪れることのない祖母の家に着いた僕は、早速大はしゃぎで兄と外に遊びに行った。都会とは違い空気が断然うまい。僕は爽やかな風を浴びながら兄と田んぼの周りを駆け回った。そして日が昇りきり、真っ昼間に差し掛かった頃、ぴったりと風が止んだと思ったら、気持ち悪いぐらいの生暖かい風が吹いてきた。僕はただでさえ暑いのになんでこんな暖かい風が吹いてくるんだよと、さっきの爽快感を奪われたことで少し機嫌悪そうに言い放った。すると兄は、さっきから別な方向を見ている。その方向にはかかしがある。あのかかしがどうしたのと兄に聞くと、兄は、いや、その向こうだと言ってますます目を凝らして見ている。僕も気になり、田んぼのずっと向こうをじーっと見た。すると確かに見える。なんだあれは。遠くからだからよくわからないが、人ぐらいの大きさの白い物体がくねくねと動いている。しかも周りには田んぼがあるだけ。近くに人がいるわけでもない。僕は一瞬奇妙に感じたが、ひとまずこう解釈した。あれ、新種のカカシじゃない？きっと。今まで動くカカシなんかなかったから、農家の人が誰かが考えたんだよ。多分さっきからね、吹いてる風で動いてるんだよ。兄は僕のズバリ的確な解釈に納得した表情だったが、その表情は一瞬で消えた。風がピタリと止んだのだ。しかし例の白い物体は相変わらずくねくねと動いている。兄は
おい、まだ動いてるぞ。あれ一体なんだと驚いた口調で言い、気になってしょうがなかったのか、兄は家に戻り、双眼鏡を持って再び現場に来た。兄は少々ワクワクした様子で、最初俺が見てみるから、お前は少し待ってろよ、と言い、張り切って双眼鏡を覗いた。すると、急に兄の顔に変化が生じた。みるみる真っ青になっていき、冷や汗をダクダク流して、ついには持っている双眼鏡を落とした。僕は兄の変貌ぶりを恐れながらも兄に聞いてみた。何だったの？兄はゆっくり答えた。わからない方がいい。すでに兄の声ではなかった。兄はそのままひたひたと家に戻っていった。僕はすぐさま兄を真っ青にしたあの白い物体を見てやろうと落ちてる双眼鏡を取ろうとしたが、兄の言葉を聞いたせいか見る勇気がない。しかし気になる。遠くから見たらただ白い物体が奇妙にくねくねと動いているだけだ。少し奇妙だがそれ以上の恐怖感は起こらない。しかし兄は、よし、見るしかない。どんなものが兄に恐怖を与えたのか自分の目で確かめてやる。僕は落ちてる双眼鏡を取って覗こうとした。その時、祖父がすごい焦った様子でこっちに走ってきた。僕が、どうしたのと尋ねる前にすごい勢いで祖父が、あの白い物体は見てはならん。見たのかお前。その双眼鏡で見たのかと迫ってきた。僕は、いや、まだ。と少し挙動った感じで答えたら、祖母は、よかった。と言い、安心した様子でその場に泣き崩れた。僕はわけのわからないまま家に戻された。帰るとみんな泣いている。僕のことで？いや違う。よく見ると兄だけ狂ったように笑いながら、まるであの白い物体のようにくねくねと乱舞している。僕はその兄の姿にあの白い物体よりもすごい恐怖感を覚えた。そして家に帰る日、祖母がこう言った。兄はここに置いといた方が暮らしやすいだろう。あっちだと狭いし、世間のことを考えたら数日も持たん。うちに置いといて何年か経ってから田んぼに話してやるのが一番だ。僕はその言葉を聞き、大声で泣き叫んだ。以前の兄の姿はもうない。また来年、実家にいた時に会ったとしても、それはもう兄ではない。なんでこんなことに。ついこの前まで仲良く遊んでたのに、なんで。僕は必死に涙を拭い、車に乗って実家を離れた。祖父たちが手を振っている中で、変わり果てた兄が一瞬僕に手を振ったように見えた。僕は遠ざかってゆく中、兄の表情を見ようと双眼鏡で覗いたら、兄は確かに泣いていた。表情は笑っていたが、今まで兄が一度も見せなかったような最初で最後の悲しい笑顔だった。そして角を曲がった時にはもう兄の姿は見えなかったが、僕は涙を流しながらずっと双眼鏡を覗き続けた。いつか元に戻るよね。そう思って兄の元の姿を懐かしみながら緑が一面に広がる田んぼを見晴らしていた。兄との思い出を回想しながらただ双眼鏡を覗いていた。その時だった。見てはいけないと分かっているものを間近で見てしまったのだ。くねくね。なんか結構有名だからある程度知ってはいるもののゾッとするようなお話だよね。なんか体がくねくね。ただ今回のストーリーはちょっと以前とは違いましたよね。なんか祖父母がなんか知ってる様子、お前見たのかってね、あれを見たのかって結構ね、親戚がそのくねくねが何なのか知ってる様子でしたよね。しかしここでもくねくねなるものの正体ははっきりと言及されていませんでした。ただこの2つの投稿から今現在までくねくねにね関するお話がいろいろ投稿されるようになったんですね。中には黒いものがくねくねしていたという話もありますが、ほとんどの話に共通しているのは白くくねくねしたものでした。あとは薄くペラペラしていたとか、人形のね型紙のようなものだったとか、集団でいた、一列に並んでいたというものもあります。出現する季節は夏、場所は割とね田舎の山や林、田んぼがあり、見晴らしのいい場所が多いみたいです。中には海で目撃したなんて話もあります。そしてそれが何なのか理解した途端、精神に異常をきたす。いやさすがにそんな存在いないだろうって思いながらもね、どこか 1% でもね自分の中で、いやワンチャンいるかもしれないという中二心が働いちゃいますよね。あと知らない方がいい幸せって結構生きていたらありますよね。例えば自分の恋人ね、彼氏彼女の携帯の中身とかあれとかね、絶対何もなかったとするけど、なんかねそれっぽいものがあったら全部疑ってね関係がねこじれちゃうから。あとはコンビニの店員だったら絶対レジのとこで売られているおでんがね食べれなくなるとか、あとは確かエビの尻尾はね G の羽と同じ成分とか、あとうんこのついたトイレットペーパーうんこの雑菌が確かトイレットペーパーを貫通するとか、あとみんなが生きている人生一生のうちに確か16人の殺人鬼とすれ違うとかね、確率的に。すいません、この辺にしときますかみんな完全に道連れにしていくスタイルね。当然ね2チャンネルではこのくねくねの存在が何なのかみんな考察し始めたんですね。やはり一番多いのはくねくねそのものが精神疾患を持った人であったという説。これはちょっとね差別的な話になっちゃうんですけど、くねくねが田舎に多い理由っていうのがそういっ
った精神的に健康でない人たちが都会に比べ田舎の方が割と自由に過ごせるという考えがあったりするんですね。ほんとつい数年前まで心の病気に対してあまり周知されていなかったこともあって、心を病んだら田舎で療養するみたいなことがあったんです。療養施設なんかも田舎にあることが多かったですし、生まれつきね、知的に問題を抱えている人に関しても純粋に思ったことや感じたことを行動に移すことが多いので、それで何らかのトラブルが起きる確率はなるべく減らすように、人口の多いところよりも人口の少ない場所に移住するといったことも結構多かったそうなんですね。いつもと違う日常の中で突然自分の中に存在しない、理解できない出来事が起き、脳のキャパがね超えてしまったことでおかしくなったのかもしれません。まあ確かにここまで深く考えなくても、みんなね日々学校仕事でねこのコンクリートジャングルに囲まれて生活していると、確かに森林浴したくなりますよね。緑豊かな自然に触れて、ああ癒される、毎朝やんってやってたら確かに精神は癒されるから、自然を求めて田舎に行くのは分からなくもない。そしてもう一つくねくねが見えたのは蜃気楼が原因という説。くねくねが出現するのは今のところ夏の話が多いんですけど、確かに蜃気楼って遠くの方で景色なんかがゆらゆらしてますよね。蜃気楼にはいくつか種類があるらしく、この道の先がゆらゆらしている蜃気楼は逃げ水や地鏡と言われているんです。これは地面、特にアスファルトでできた道によく見られ、太陽の熱で地面が温められ、さらに地面の熱が地表の空気を温めることで発生するんです。他にも極端に空気が熱されることで発生するかげろうも蜃気楼に似た現象です。飛行機のジェットエンジンから噴出する熱風の境目なんかで見ることができます。確かにこの2つの現象はその先にあるものがくねくねと動いているように見えそうですよね。しかもくねくねが海の上を歩いているっていう体験談の投稿もあったんですね。なんと蜃気楼の一つである浮島現象では、島と海面の間に空が映し出されることで、まるで島が浮いているかのように見えるそうなんです。そしてこれらの現象が起きた時って大体暑い時なんですね。なのでくねくねを見た人たちがおかしくなってしまったのは、くねくねを見てしまったというより、暑さによる熱中症なんかで脳にダメージを負ったことが原因なのかもしれません。ただ確か夏の出来事ではあるんですけど、くねくねが出現したのは田舎、アスファルトの道というより田んぼや林、割とね近くに水辺があるところが多いんです。しかも夜に目撃したという話もあるので、蜃気楼の説は一見ねもっともらしいんですけど、よくよく状況を考えるとこの蜃気楼説は夏と暑いにしか焦点が合っていないような気がします。しかも精神異常の説やこの蜃気楼の説ではペラペラに薄いだとかね、山に返すとかの話には繋がりませんよね。妖怪説。日本には様々な妖怪がいますけど、白くてペラペラだけで言うと一旦木綿がポピュラーですよね。あとは妖怪じゃないんですけど、最初のわからない方がいいくねくねの後に投稿されたかかしの神様っていうお話がね結構興味深くて、昔の食糧難の時にその村にいる役立たずの人をね食いぶちを減らすために殺してしまうということがあったそうなんですね。しかしただ殺すだけではと田んぼを荒らす獣よけにと逃げられないように足を片方切断して白装束を着せ、田んぼに立てかけた十字架の木に縛り付けてしまう。両手などを縛られてほとんど身動きができないその人は、そこから抜け出そうと体をうねうねさせる。それを遠くから見る村人は、あれは 2,3 日は余裕で持つなと話すそうです。縛られた人は大体が餓死か日射病で死にますけど、中には熊や野良犬などに食われてしまう人もいるそうです。そんな非道なことをやっていれば、たたりやねなんだかんだねその村にいろいろ起こったので、生きたままかかしにされた人を神様と祭り上げたと。くねくねの正体は神様だというんですね。くねくねの正体は精神異常でもなく蜃気楼でもなく妖怪でもない。この話の通りにくねくねが神様だとしたら、集団でいたとかね一列に並んでいたというところに関しても、去年動画にした上がり人になんだか通じるところがある気がしますよね。要はくねくねを見た人は神様に見入られて、上がり人でいうところの上がっちゃう状態になってしまったと。神様っていう説は別にいいんですけど、この口減らしのためにかかしにしてしまうっていう設定がちょっとぶっ飛んでるような気もするよね。ちょっとそこ手間かかりすぎじゃないっていう。しかもくねくねが海の上にいたっていう説にも繋がらないですよね、かかしだったら。じゃあもし神様は神様だとして別の神様だったら、日本に限った話ではないんですけど、この日本ではね本当に様々ないろんな神様がね信仰の対象になっていますよね。中でも蛇にまつわる神話や言い伝えが数多く残っているんです。日本書紀に登場するスサノオとヤマタノオロチの話もそうですし、大物主の狼の話もあります。他にも蛇の姿をした神が霊力の高い巫女を妻に迎えたという伝承が伝えられる神社も数多く存在し、また蛇は水地とも言われ水の神様だとされ、日本各地で祀られています。神に見入られると連れて行かれるという話はね神隠しの
の話として多く残っています。ただ日本神話では蛇の姿をしている神のほとんどが男性とされていますが、このくねくねを見ておかしくなってしまったのはほぼ男性ですよね。実はアダムとイブを蛇の姿でそそのかしたのはリリスとされているように、ここから蛇は女性の欲を表すとも言われているんです。他にも卵をいくつも産むため生命や母性の象徴であり、蛇の姿をした女性は気持ちも荒く気まぐれな性格とも言われています。なのでくねくねの正体また神そのものが蛇ではなく神の使い眷属とされることもあって、これは伊吹山に荒ぶる神がいると聞いた大和武が剣を置き山に向かった時、大蛇に化けた山の神が立ちふさがりました。主神が大蛇に化けたことを知らない大和武は大蛇を神の使いだと考えたというお話から来ているとされているんですね。そして蛇は弁財天の眷属ともされ、全国各地にある稲荷神社には頭が人間体が蛇の宇賀神と弁財天が融合した宇賀弁財天が祀られていることがあります。これは稲荷神社の出身である農耕の神宇賀の御霊の神の眷属である狐は豊作商売繁栄のシンボルとして祀られているので、蛇も同じく五穀豊穣の意味合いを持っているんです。加えて日本では古くから長寿の動物には神秘的な力が宿るとする考えがあることから、脱皮をする蛇はまさに神の使いと考えられてきたんです。また神の使いというと龍や竜も同じで、竜には白竜と黒竜がいるので、海で見たくねくねや黒いくねくねの正体はこの神の使いだったのかもしれません。いやでもさ、ペラペラのくねくねってなんやねんって思うよね。仮にね、その神様の使いだったとしても、その神の眷属だったとしても、そのペラペラの眷属って存在するんすかね。みんな式神って知ってますかね。式神とは主に陰陽師が術によって鬼神を下ろすことで様々な使い方がされます。代表的なのが特定の人に災いを締め切ることと、家業の商売繁栄の神や守護神として使われることです。式神に使われるのは百鬼と呼ばれる鬼たちの中でも犬神の力が強いとされています。式、ある種の手順を踏むことで鬼を下ろさせるとされていますが、犬神は呪いを強めるために元から作られることが多かったそうです。犬神のね、作り方は結構強烈なのでちょっと省きますけど、犬神を作る過程で出た虫も犬神の呪いの一部とし、呪物として当時の裕福な家庭にも取引されていました。ちなみにある地域では今でも婚姻関係にある相手の家庭が犬神付きかどうかを調べる風習が残っているそうです。でも確かにね、僕も3年前かな、インスタライブでね、リスナーさんの怖い体験談ライブでつなげて聞いてた時に、なんか近所の人がね、犬神祀ってて、なんか犬の死体とかが転がったみたいな話聞いてましたよね、実際に。現代でもマジでなんかね、ちょっと田舎のそういったところで行われてるんだと思って、ちょっとゾッとしたよね、あれには。式神は型式という人型の紙を用いますが、使い終わった式神が役目を終えると勝手に消えてくれるんでしょうか。さらには式神は全てが従順に動いてくれるのか、式神は刺激する人物の力の大きさに左右されると言われ、中途半端に刺激した式神は失敗に終わるそうです。簡単に言えば行方不明、最悪の場合刺激した人物に歯向かい災いを与えるそうです。使い終わった式神についても刺激した人物の元へ戻り呪いを与えるので、代々背負うことになるそうです。背負う人間がいなくなっても呪いは簡単に消えず、人知れない場所で残っているかもしれません。その行くあてもない呪いがくねくねだとしたら、わからんけどさ、有名なね、みんな誰もが知っている2チャンネルに投稿したこの超ショートストーリーのくねくねを極限までにね、考察していろんなものを集めてみました。どう思いますか皆さんはこのくねくね。もちろんね、こんな話、作り話ではあると思うし、作り話なんだろうけど、だったとしても何かを見たら精神に異常をきたすみたいなね、出来事は本当にあってもおかしくはなさそうって思っちゃう。この特に現代社会。意味がわかると怖い話って結構あるじゃないですか。それこそ意味怖写真もそうやけど、そういったこと結構ね、人生生活生きてたらあると思うよね。この前俺マジであった。そうだ、これみんな聞いてくれ。いつも通りね、自分のパソコンデスクの作業部屋のデスクでこうやってたわけよ。仕事かなんかしてたのを何したのかもしれない。ごめん覚えてないけど、なんかしてたんよ。そしたらさ、裸足だったのね。靴下履いてなくて裸足だったんだけど、足がなんかくすぐったかったのね。ルルちゃんがね、いるじゃん。ルルちゃん。猫のルルちゃんが足元に来たなと思って、その毛かそのヒゲのねこの部分が足に当たってるなと思ったの。ルルちゃんかなと思って、で足をちょっと動かしたらルルちゃんだったらその足がルルちゃんの体に当たるわけよ。ただなんか当たんなかったのね。あれって猫がいないわけよ。あれって思って、まさかと思って飛び上がったの。そしたら G でした。はいG が俺の足に触れてたの。そんなこと
あるみんなこれが意味がわかると怖い話。くねくねよりも全然怖い。G だと分かりたくなかった。まあそれはそれでなんか嫌だけど一緒に生活してみたいな。とりあえず本当に死んだよね。まあそういったお話でした。みんなどう思いますかね、このくねくねについて。何かあったら教えてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。